ラダイスという名前の通りだねって家族とも言ってたんです。英語を勉強しに来ているというよりも、遊んでる中で勝手に英語がこう頭に入ってきちゃうという、言葉が通じないなりに開拓していく力っていうのがあるんだなと。スタディインパラダイスという名前の通りだねって家族とも言ってたんですけど、もともとフーコック島って名前も聞いたことがなくって、最初はどんなところかなと思いつつ、家族も小さい子供も親もみんなリラックスして楽しんでます。景色もすごくいいし、食べ物も美味しいし、最高な場所でした。来てみたら。夫と私は来たことがあって、あとは一緒に来てる母とか子供たちはみんな初めてで、あまり馴染みは普段はなかったです。でも逆に馴染みがないので、結構勉強したりとか、ベトナムってどんな風なのみたいな会話になったりとかしたので、いい機会にはなりました。すごく気に入ってます。ちょっとそこも不安だったんですけど、そんなにこうパクチーが強いわけでもなく、香辛料もほどほどで、結構日本人に馴染みやすいのかなと思っていて、すごく美味しそうに何でも食べてます。幼稚園の時に週に1回2回ぐらい、英会話の時間っていうのがあって、あとはその課外授業みたいな形で週に 1,2 時間ぐらいは触れてる時間はあったんですけれども、歌ぐらいは覚えてもやっぱり実際に日常生活で使うレベルとかにはいかなくって、なので一応触れていたぐらいですね。第一は安全面ですね。うちは子供が複数人で、かつちっちゃいので安全面がすごく気になっていて、でプログラム参加している、子供も小学校の低学年なので、何よりそこが気になってまして、でこのプログラムは親が帯同できて、でかつ同じそのリゾート内でアクティビティに参加する数学も、あとは親の滞在も、あと他の小さい子どもたちのアクティビティも全て同じリゾート内で完結するので、それが一番の決め手でした。あとは探している中で、その小学校低学年向けのプログラムっていうもの自体がそもそもが少なくって、その点も大きかったのと、どうせなら英語にたくさん触れてほしいので、日本人が少ないっていう点もすごく私たちにとってはメリットでした。でその普段から比較的知らない人とも話せるタイプなんですけど、でもやっぱり逆に言葉ありきでのやっぱ話したいタイプなので、それがこう遮断された環境でどうなるかなっていうのがあったんですよ。言いたいけど言えないもどかしさ。そこのジレンマで途中で例えばちょっと嫌になったりしたりとか、そういうのがあるかなって思ったんですけど、そういうのが一切なかったので、なんかそのすごいプログラムだなと思いました。実際はもう期待以上でした。なんかこう日本でこう今まで見てきたようなプログラムは、一応英語には触れられるけれど、なんていうのかな、ちょっと内容が飽きてしまったりとか、あとは子供がどうしても英語に馴染めなくって途中で嫌になってしまったりとかっていうことがイメージが強かったんですけれども、楽しいの方が先に来るプログラムが多くって、なんか子供のこう英語に対する抵抗感を超えて楽しさが勝っているようで、英語を勉強しに来ているというよりも遊んでる中で勝手に英語がこう頭に入ってきちゃうっていうようなプログラムだったのがすごく良くて、期待以上でした。それも期待以上で、私たち親の期待値としては、3週間英語なりその日本人ではない子たちとの交流の中でこう今まで味わったことのないこう感覚というか、その体験ができればいいねっていう形で参加したんですけれども、あっという間に1週間ぐらいで英語を話すようになっていて、自分から何か困ったことがあったらホテルの方に積極的に話しに行って、あっという間に自分で問題解決して帰ってきていたりとか、あとはやっぱりお友達と日本語もちろん話せないお友達と楽しそうに終始遊んでいて、ある時に遊んでいた3人、うちも含めて3人で遊んでいた子たちが全員違う国の子だったっていうところに、もう家族全員でびっくりして、言葉が通じないなりに開拓していく力っていうのがあるんだなと思って、すごく驚きました。
大人の感覚としては異国の方と交流するって結構やっぱり壁が1つも2つも1段階2段階あるんですけど、子供にとってはそういうのがあまり関係ないんだなっていうのを改めて親も学ばさせていただいて。やっぱり2週間3週間ぐらい、まあ、長いバリ島のプログラムだと4週間あったりするんですけど、正直その1ヶ月弱の時間でものすごく英語力が伸びるっていうことは魔法のようにはならないので難しいとは思うんですけど、やっぱり話そうと思う意欲だったりだとか、帰った後の英語に対する気持ち、やる気とか、もっと話せるようになりたい、あの時言えなかったのが悔しかったっていうのは子供なりに残ってて、それがちょっとバネになって今後の英語の勉強とか英語に対するとか他の国の子供たちに対する見方だったりだとか、そういったところにつながってくることはいつも感じている部分なので、帰ってからがちょっと私的には子供たちの変化がもうちょっと見られたらいいなって思ってる部分ではあります。うちの子も英語の環境行くの嫌だなって実はプログラマー言ってたんですけれど、そういう英語に対するちょっと壁があるようなお子さんだったり、あとは小さい子がいて上の子だけ行けないとか、家族でやっぱり一緒に行きたいって思っていらっしゃる家族にすごくおすすめできるなと思ってます。絶対伝えたいなと思ってたことがあったんですけど、なんかこのプログラムを作ってらっしゃる方たちはなんか子どもの可能性をすごく知っていて、かつすごく信じてるんだなっていうのを最初の1週間でもものすごく感じて、親なりに一応子どもも頑張れるといいなとか、これぐらいだったらできるかなって思ってもちろん送り込むんですけど、それ以上に子どもが楽しんでいたりとか、心から英語が好きになっていたりとか、あとはその言葉が通じなくとも初めての子たちだったとしても勝手に仲良くなるというか、親が見ていなくても自分たちの力でどうにか開拓していって交流を深められるっていう可能性を親は見ることができて、それに一番感動していて、なんか実は親よりも子どもの可能性をご存知だったりとか信じてらっしゃる方たちが作ってるプログラムなんだなと思って、それをぜひ伝えたいと思いました。本当にありがとうございます。でも